対比を意識する。すべてのものには、それぞれ固有の大きさがあります。単体で見る分には問題がなくても、複数のものを並べると、それぞれの関係によって絵に違和感が出てくることがあります。空間に物を配置する上では、対比と呼ばれる考え方がとても重要になります。今回は対比について学んでいきましょう。人物に背景を描き足す場合、対比はとても大切な考え方になります。こちらをご覧ください。奥に書かれたドアの大きさは正しいでしょうか。バースに沿ってドアのそばに人物を立たせると、このドアは不自然に大きいことがわかります。人物に合わせると、ドアの大きさはこのくらいが自然です。人物から離れた場所にあるものも、バースに合わせて人物から線を引くことで大きさを比べることができます。では、人物がもっと大きい場合はどうでしょう。このくらいの大きさのドアが適切です。基準となる人物が大きくなれば、背景のものも大きくなります。では、このように人物がいない部屋に物を描きたい場合、対比はどのように考えればよいでしょうか。この絵の中にハンガーラックを書き入れたいとします。基準にするものは人物の大きさをイメージしやすいものです。今回はこのドアを基準に考えてみましょう。ドアの大きさに対して考えると、ハンガーラックはこのくらいが適当です。対比を決めるために実際の寸法を参考にするのも良いでしょう。把握しておくと考えやすくなります。最初に基準となるものを書き、全体のバランスを考えましょう。対比に気をつけよう。物と物の固有の大きさや場所に注意して、自然な見え方の絵を描いていきましょう。